はい、皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございます。スピットファイアオーディオ、10周年記念、イベント、開催させていただきます。スピットファイアオーディオの、共同、創設者の、クリスチャン・ヘンセンさんです。はい。そして、ソニックワイヤーにですね、ちょっと今日なんですかね、解説を補助していただく江川さんになります。拍手で、よろしくお願いします。そして、通訳の前花さんです。よろしくお願いします。ご紹介しました私、サウンド&レコーディングマガジンの篠崎と申します。よろしくお願いいたします。ですね、はい、じゃあ早速始めていきたいんですけれども、クリスチャンね、日本初めて来たっていうところで、いかがですか？ Yes, absolutely. Yes, it's my first time in Japan, and in fact, it's the furthest I've ever been away from home. But I'm really enjoying it. 日本に来たの初めてで、ロンドンから一番遠い国だそうです。自分がトラベルしたので。暑さとかどうですか？今日すごいね、hot. How's the weather today? Too hot? Yeah, I live in Scotland, so this suit has a lot of sheep in it, so I'm very hot. いつもこのスーツ多分着てるの皆さん見てらっしゃると思うんですけど、これスコットランドの結構高級なスーツで羊の毛でできてるスーツでちょっと暑いです。なるほど。そんなねクリスチャンさんちょっとね写真とか見ると割とこうダンディーなすごくこう一見怖い方なのかと思いきやすごくユニークで面白い良い方で、アーティスト気質がこうね見えるようなキャラクターの方で。Before he met you, like you look really cool, like big men. But like after he really talks to you, you're very friendly. Oh yes. Yeah, and sense of humor. So. Thank you. そんなクリスチャンのですね、バイオグラフィーといいますか、スピットファイヤーを立ち上げるまでのですね、いきさつをですね、かいつまんでお聞きできたらと思います。はい。So now we want to ask, how did you establish Spitfire Audio? Can you just please explain us briefly? Of course. I'm a self-taught composer. I didn't study music, so I have spent the last 20 years using technology to teach me orchestration. クリスチャンはスピットファイヤーを設立する前は今でもそうなんですけどコンポーザーとしてまず働いておりましてで大学とかそういう学校に専門的に勉強したわけじゃないんですけれども自分でそういうテクノロジーを駆使してですね20年間今のところこういうライブラリーですとか使ってそういうふうにコンポーズに作曲をしています。And about 10 years ago, I was confused when using samples that they appeared to record samples differently to music. So I questioned that. 10年ぐらい前に、それで自分でいろいろバーチャルインストルメントですとかサンプル使って作曲してたんですけれどもその当時あったサンプリングがちょっとやっぱり生っぽくないというかリアルな感じがしないところがちょっと疑問に思った点でそこら辺からちょっといろいろ自分で作りたいなというふうに思い始めました。I had three questions. The first was, why do they put the microphone so close to the instrument? Why do they not record the room? And when they get the player to play, they go, okay, get ready, okay, like that. そのクエスチョンにはクエスチョンは3つぐらいあって1つ目はそのサンプルレコーディングするときにやっぱりマイクがすごい近すぎるっていうのにもちょっと疑問を感じてましたし2つ目の疑問っていうのはその部屋の感じですねそれをしっかり捉えられていないサンプリングの音に関して、ちょっとダメだなって思っていました。で3つ目はSo the third was the performing, and when you're performing, you're not getting ready to play each note. So we decided. Sorry. 3つ目の疑問としてはその一つ一つのサウンドがやっぱりそのパーフェクトすぎる
パーフェクトに取られすぎちゃってて、やっぱりちょっとリアルさがなかったっていうのに関してちょっと不満がありました。Yeah. So we decided to. I met someone on MySpace because I'd been thrown out of a very popular forum, Vienna, and he said, I've been doing some experiments and I agree with you, and so we decided to just create a private club of kind of composers with samples recorded with spirit. その時の自分が感じていたそういうちょっとこれはダメだなっていう気持ちを、ちょっと有名な今名前は言えないんですけどフォーラムに書き込んでまして、そこのフォーラムからちょっとそういうクレームを書いてたのでキックアウトされちゃって、もう来ないでくれっていう感じで出入り禁止されちゃったんですよね。でその出入り禁止されている姿をもう一人見てた人がいて、その方がスピットファイヤーの共同創設者のポール・トンプソンっていう方なんですけれども、でそれでマイスペースでポールさんから「いや俺はお前の意見に賛同するよ」ということで2人でロンドンのパブでビール飲みながら、じゃあ自分たちでサンプリングしようかっていう話になったみたいです。So for the first 2 years we had 35 users, and now today I'm on the other side of the planet, in a place I've never been before, with people who have heard of this mad idea that we had. それで最初ポールさんと一緒にサンプリング作り始めて、最初の、自分たちでサンプルを配ったのはすみません、クリスチャンは自分でコンポーザーとして働いておりましたので、そういうコンポーザーの知り合いですとか映画の監督ですとか、そういうグループの本当にロンドンでも A リストのコンポーザーの人たちがいたんですけれども、その人たちの30人ぐらいしかいなかったんですけど、そういうグループを作ってそこでサンプルをまず配り始めて、それが最初2年間で今こうして年月経った今本当ロンドンから離れてこうやって日本でもたくさんの人たちに使ってもらえてとても嬉しいと言っております。But thank you very much for coming today. Really appreciate it. ありがとうございます。ちなみに聞くの忘れたんですけれども、本日いらっしゃった皆さんの中でですね、スピットファイヤーオーディオユーザーの方ってちょっと手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。結構いらっしゃいますね。はい、もう500人ぐらい今いらっしゃいました。なるほど、そういうわけなんですね。最初に、スピットファイヤーオーディオとして、作られたサンプルっていうのはどんなものだったんでしょうか。 The very first sample you made, what was the sample? It was a very small guitar called a Durango that is made from an armadillo shell. なんかジェランゴというちっちゃいギターをまずレコーディングしてサンプルを作ったのが最初のサンプルのきっかけですね。And we have a range of samples that we give away in return for donations to charity, and that very first sample is in there. スピットファイヤーで3ポンドとか2ポンドで払うとそのチャリティーにお金がいってで自分たちがサンプルを買えるってやつがあるんですけど、それの一番最初のやつを作ったのがそのギターのサンプルです。それ以外にですね、アーティスト用にも、最初サンプルを作られていたということで、どんな方にサンプル作られていたんでしょうか。 So first 2 years you made a like A-list composers exclusive group and then you distributed A-list and me. Yeah. 自分が A リストだって言ってます。So what kind of group of people were there? The first customer was Harry Gregson Williams. ハリー・グレクソン・ウィリアムズです。Second, John Powell. ジョン・パウエル。And then I always, not James Cameron, his composer who died to Titanic. James Horner. James Horner. Who I learned went to the same school as me. 彼は in London. ロンドンで同じ学校に行って勉強してた。音楽、いつなんかNo. 普通の学校で。It's like a school for bad boys. And then eventually Hans Zimmer, he came quite late because he has his own samples. ハンス・ジマーさんも後でそのグループに参加し始めたんですけど、ハンス・ジマーさんはもう自分でサンプリング作っているので、そのグループに入ってきたのはまたちょっと後ほどになってきます。And also surprisingly, a big early adopter and big fan is Gary Barlow from Take That. ギャリー・バーラーさん。そのハンス・ジマーさんはね、やっぱりその世界的に有名な方で、どんなつながりで一緒に仕事をされる、ライブラリーもね出してらっしゃいますしね。
So the Hans Zimmer is really well-known composers also in Japan too. Like we're really curious that how did you guys get along and work together? Well, we reached out to him because he was one of our customers, and we said we'd like to come and talk to you about a few ideas. And so it was not the most successful meeting of my life. サンスジマさんはそのグループの中にいたのでクリスチャンの方から声をかけてみたいなんですけど、最初のそのミーティングがあまりちょっと会話が弾まなかったというか、あまりちょっとうまくいかなかったということです。He has an amazing studio, and we had been shown in, and when he walked in, it was really clear that I was sitting in his chair. ハンスジマーのスタジオにそれから、クリスチャンとポールで遊びに行ったんですけれども、もうとりあえずすごいスタジオでもう感激してびっくりしました。And we suggested maybe doing a drum library with him to celebrate this drum style that he developed. ハンスジマーはなんか自分自身でシネマティックのそのドラマのセットアップっていうのも確立してたんですけれども、クリスチャンが、そのハンスジマーのパーカッションをそれをレコーディングして、サンプリングしたらどうだろうかという話をまず持ちかけました。And he said no, he wasn't interested. でその時は嫌だって断られた。6 months later, the phone went. And typically Californian, please hold for Hans Zimmer. Yeah. それで6ヶ月後にアメリカから突然電話がかかってきました。Yeah. And he said, Christian, I've had a really good idea. I think we should do a percussion library together. I said, Hans, amazing idea. Let's do it. 最初のミーティングでは嫌だって言われたんですけど、突然その6ヶ月後の電話で、よしクリスチャン、パーカッションのライブラリを作ろうと話しかけられて、よしやろうという話になったということです。It's of all the composers we meet, there's a small percentage that I would call soundsmiths. They're not just writing music, they love to make sounds. And he is probably the most passionate soundsmith. コンポーザーの中でもやっぱりその一つ一つのサウンドをもう本当によりよくレコーディングしたりサンプリングしたりっていう人たちが数人はいたんですけれども、その中でもハンス・ジマーは飛び抜けて、そういった技術とか熱に優れた人であったとクリスチャンは思っています。Yeah, and they pop up at the most surprising points. So you've got Hans Zimmer in California, and then Olaf Arnolds in Iceland, who is the way he makes sounds is just crazy. It takes so much time, but it's worth it. そのカリフォルニアはハンス・ジマーがいたりですとか、あとスピットファイアオーディオで、ライブラリー作ってる、オルファー・アルナルズのアイスランド出身の作曲家なんですけれども、本当にその人も、本当にオーガニックな綺麗なサウンドにこだわっている素晴らしい、コンポーザーということです。But all of these composers have a very similar enthusiasm, and in fact, back to Hans Zimmer, they say if you email him, he'll never reply. If you email and put about sampling in the subject, he'll get straight back to you. 本当オラブランアルナルドさんですとか、もういろんな有名なコンポーザーいるんですけど、ハンス・ジマーは本当にすごい熱意があって素晴らしい人で、なのでハンス・ジマーにメールを送ると、普段はあまりメール返ってこないんですけれども、件名のところにサンプリングについてっていうと必ず返信が返ってくる。わかりました。いろいろと掘れば掘るほど話が出てきそうなんですけれども、時間なくなっちゃうんで、ちょっと次のコーナーにちょっともう行っちゃいますね。ハンス・ジマーのライブラリーも、含めですね、現在のスピットファイアオーディオのですね、ラインナップをちょっと、ざっと見ていこうかなというところなんですけども。So now we are, introducing the Spitfire audio library series. ここで江川さんが、説明していただくと。そうですね。じゃあざざっとお願いします。まずはこのアルビオンというもので、スピットファイヤーといえばアルビオンだったりするんですけれども、ですね、フルオーケストラの曲を作ろうと思うと、やっぱり木管セクションであれば、ピッコロからバスーンとか、あとトランペット、ホルンとか、あとストリングスセクションでもバイオリンセクションがどうとかチェロとかコントラバスとかいろんなことを考えないといけないんですけれども、アルビオンを使うと何て言うんでしょう、キーボードを弾ける方であれば直感的にフルオーケストラのサウンドっていうのを構築できるんですね。映ってますかね。
これアルビオン1のストリングスなんですけれども、これなんだろう、ファーストバイオリンからコントラバスまでスプリットしていなくて、全部フルで入ってるんですね。で、こういうスタッカートがあったり、ロングトーンがあったりで、なんだろう、オーケストレーションの場合いろんな各セクションのボイシングとか考えないといけないんですけれども、こういうパッチを読めばもうキーボードを普通にコードを弾くだけで結構いい感じのフルオーケストラのサウンドが鳴るようになってます。で、さっきのこれに戻って、今アルビオンって5タイトルあるんですけれども、これそれぞれサウンドの方向性が違うんですね。で、一番左にあるアルビオン1っていうのが、一番ベーシックなフルオーケストラのサウンドを鳴らしてくれるもので、その隣にあるレオグリアっていうものが結構静かな音を鳴らしてくれる、静かというか結構荘厳な感じの音を鳴らしてくれるんですね。で、これ、ロードしてみると、さっきのアルビオン1と比べるとちょっとなんか気品がある感じで、割とこうなんだろう、メロディアスな曲書く方はこのライブラリ好まれる印象がありますね。はい、で、ババーッと説明すると、赤いやつイケニっていうんですけど、これはもう徹底的に太いローに特化してるんですよ。例えば、こんな感じで、普通のフルオーケストラのライブラリーでは鳴らせないようなすごい太い音が鳴るようになってますので、ちょっとなんかゲーム音楽がバトルっぽいものがあったら、結構これ使うとかっこいい音になったりするんですが、重厚感が出ますね。はい。で、あとは、ババッと説明して、この黒いやつになるとちょっとなんか怪しげな音っていうんですかね、ホラーみたいな音が鳴るようになっていて、何でしょう。こんな感じで、サスペンスなんですよね。そうですね。若干不安な感じが。そうですね。で、最後にこのツンドラってやつが一番新しいんですけど、これすごい特徴的なのは、とにかく静かな音を取ってるんですよ。例えば。ロンドンにあるエアスタジオですっごい静かに弾いてもらって、でそれを収録しているんですけど、なんかこれで曲作ってみるとなんかこうすごい冷たい感じの雰囲気が出たりするので、タイトル通りツンドラという通りで、そんなこんなでアルビオン1は製品ごとに個性っていうのがもうガラッと分かれてますので、作る曲調がもし頭の中にイメージがあれば、どのライブラリを使おうかっていうのが簡単に分かるようになってますね。ライブラリーごとにやっぱりその、収録は、ワンセッションとしてこう別々に行っていくわけですよね。そうですね。そのパッチによってはそのフルストリングスっていうことではなくて、ストリングス、ハードストリングスを使ってアレンジしやすいようにも言ってますね。だからこのちょっとこう冷たい感じを元のサンプルからちょっと EQ で作ったとかそういうものではなくて、この音色を目指してセッティングして、そうですね。いちいち取っているっていうことですね。はい。取り方も弾き方もこれ専用になってますね。手もかかっているということですね。で、これハンスジマ先ほどの出たやつなんですけれども、多分これはここにいらっしゃる方皆さん知ってると思うんですけれども、ハンスジマーと一緒に作ったライブラリーなんですね。でこれってためにお問い合わせいただくのが、ハンスジマーが今までストックした音ネタをライブラリーしたんですかって聞かれたりするんですけど、実はそれ違うんですよ。違うんですね。このためにゼロから作ってるんですね。でこれっていうのはそのハンスジマーのそのノウハウっていうのがちょっと凝縮されてるので、結構音が太かったりするんですよ。
アンビエンスも結構深かったりしていて、こんな感じで結構すごいいい音鳴らしてくれて、でこれはなんだろう、スピットファイヤー以外の音源でもピシッと鳴るっていうすごいいい音なんですよね。なるほど。であとこのハンスジマーシリーズとしては、HZ の010203っていうのがあって、02だけちょっと方向性が違ってて、これはドラム音源なんですよね。で例えば、よいしょ。ちょっとアンピが強い普通のドラムキットなんですけれども、普通のいわゆるベーシックなドラム音源ですとフルオーケストラと一緒に鳴らした時に全然サウンドのキャラクターが違っていて馴染まないんですけれども、これを使うとフルオーケストラプラスバンドっていうアレンジがすごくしやすくなるようになってますね。なるほど。これはちなみにじゃあそういうスタジオでエアースタジオとかそういう大きなスタジオで撮ったりした、いわゆるフィルム映画音楽で使うようなすごい大きなスタジオで、そのクローズマイクもきちんと撮っていればアンビエンスもきちんと撮っていて、割とこうなんだろう太い感じでなるようになってますね。なるほど。そうですね、これはハンス・ジマー自身もサウンドミキシングしていたりとか、あと結構名だたるエンジニアさんとかも参加してますね。大丈夫です。あと最後にこの03っていうのはちょっとパーカッションの小物ですかね。この HZ の01では入っていないようなちっちゃい系なんか小物系のパーカッションがすごい入ってるので、あれの隙間を埋めたりするのはこれが使いやすかったりしますね。で、バーッと紹介して、よいしょ。これはスピットファイアのシンフォニーオーケストラ。これは標準的なフルオーケストラになります。で、アルビオンとは全然違っていて、これはですね、よいしょ。この青いやつが木管の音源になるんですけれども、ちょっと見えないかもしれないんですけど、これピッコロ単体で入っていたり、あとはバスーンが入っていたり、昔ながらのベーシックなフルオーケストレーションをされる方はこのシンフォニーのシリーズを、チョイスする感じになりますね。これは青が木管で、緑がストリングスで、赤がブラスで、黄色はチェンバーストリングスっていうちょっと人数感がちっちゃいストリングスですね。でチェンバーストリングスはこれ日本で一番人気なんですけれども、これは日本の歌物でも結構馴染むみたいで、これで歌物屋さんは最近これをチョイスされてる方すごく増えてますね。そうですか。多分日本で一番売れてるのはもしかしたらチェンバーストリングスかもしれないですね。ですね。バーッと紹介して、EDNA シリーズっていうもので、これいわゆるシンセサイザーものになるんですけれども、普通のオシレーターを積んだシンセサイザーとは全然違っていて、いわゆるオーガニックシンセっていうんですかね、フルオーケストラとか生もの系のなんていうんでしょう、サウンドと馴染みがいいシンセサイザーなんですよ。これちょっと音聞いていただくと、ちょっとこれパッチが膨大にあるんですけれども、よいしょ。こんな感じでアトモスフェアがあって、あとはよいしょ。こういうすごい太いベースがあったり、でこれもなんて言うんでしょう、生もの系のサンプルから結構作ったシンセサイズのサウンドも入ってたりするので、なんて言うんでしょう、いわゆる普通のシンセサイザー音源よりも生系のサウンドとはすごいコンビネーションとか相性がすごくいいですね。
これも結構劇版作家さんはフルオーケストラとか楽曲の裏で、使われている方すごく多いですね。はい。でインターフェースはちょっと仰々しかったりするんですけれども、これモジュレーションコイルクイッと回せばサウンドがふわっと変わったりするので、楽曲に変化つけるっていうこともすごいやりやすくなってますね。なるほど。はい。あとはそうですね。で最後にフォモスっていうもの、これ最新のシンセサイザーになるんですけれども、どっちか。よいしょ。今までスピットファイアの製品というとコンタクトものが多かったんですけれども、これは初の専用エンジンなんですね。はい、でこれは何をやっているかというと、4つのサウンドソースと3つのコンボルバーがあって、でその4つのサウンドソースをぐちゃっと混ぜるんですよ。でそうするってスピットファイアの宣伝曰く、そのクリエイターじゃない依頼主じゃないや、名前が出てこないや、BT じゃなくてクライアントさん、クライアントさんからもうちょっとこう変化してほしいっていう要望が来た時にクイッと変えられますよっていうものですね。でこれも音ちょっと聞いていただくと、こんな感じですごい音が鳴ったり、中央にこの1234っていうのがあって、これでコンボルバーの具合を変えられるんですけれども、こういうのも CC に動くようになっていて、こういうのを動かすとなんかサウンドの質感が変わるようにはなってるんですよね。なるほど。XYZ 軸、三角形の中で4つの音源というかオシレーターがあって、それのミックス具合を直感的に操れる。そうですね。でこれはアトモスフィアとかだけではなくて、リズム系とかもあったりしますので。鍵盤今これつないでないのでグイグイ動かすことはできないんですけれども、CC とかグイグイ動かせばそのリズムの具合とかも変わったりするので、楽曲のその土台作りっていうんですかね、これはこれ使うと結構面白いことになったりしますね。なるほど。これクリスチャンがプリセット作ったりしてますよね。Yeah, I'm very much into making presets, but I think one of the advantages of having composers run a company that makes sounds for composers is that I really understand what we need. クリスチャンももちろんその BT フォーボーズにプリセットを作ってるんですけれども、自分がやっぱりコンポーザーなので、コンポーザーが必要としているそういう音っていうのを意識して作ったということ。So it's about giving you ingredients, not a finished cake. You don't want to eat someone else's cake. You want to make your own. でもサウンド作曲作るときにそのサウンドの一つとか、その提供するっていうことを意識してまして、例えばそのケーキ作るんだったらそのケーキを丸ごと作ってしまうんじゃなくて、例えば小麦粉だったりとか生クリーム、その牛乳だったりとか、そういう一つ一つの材料を作るような気持ちでプリセットを作ったと思います。To make sure the sounds are simple but engaging, or they are sounds that you can still make to write your music. もちろんそのプリセットはまずシンプルであることが第一で、そして使い勝手がいいことも、含めて本当に作曲した時に本当にそれが素晴らしいサウンドに、その人の素晴らしいサウンドになるように意識して作りました。先ほどお話もあったように、今までのライブラリーはコンタクト上で動くものだったと。で今回は、プラグインとして VST、オーディオユニッツ、AAS ですね。で動くようになったと。そうです。いうところですね。でちょっとここの場だとなかなか全て紹介できないんですけれども、アフターパーティーの会場にマシン2台用意してありまして、でそれでスピットファイア製品全部動くようになってますので、もし何か気になる製品あったらぜひ試してみてください。ちょっとじゃあお二人からたくさんねシリーズあってどれがいいんだろうと、最初の1本というかおすすめの1本どれだろうっていうのをちょっとお二人に1本ずつ挙げていただけたらなと。そうですね、クリスチャンから。So which one is your most recommended library
the Spitfire audio? Oh, it's very difficult. We have 70. I mean, what is my favorite is 70個もあるのでちょっと難しいですけれども、何が is Tundra because it's my baby, and it's very interesting to get an orchestra to play that quietly. その中でもやっぱりアルビオンのこの間出たツンドラが一番自分のお気に入りのおすすめのライブラリーで、本当に静かで綺麗なサウンド、すごい美しいサウンドが作れます。The musicians we work with, we've been working with for 10 years, so they know the styles we get them to play with are going to go to all the composers, and then the composers are going to ask them to play in this style. 本当にクリスチャンはコンポーザー同士でも本当に働いているので、そこら辺のニーズですとか何を必要としているのかすごい分かりきった上で、そういうふうなライブラリーを作っています。And to play that quietly is really difficult without it sounding bad. So when they were playing like this, they were looking through the control room at us going, we're going to have to be playing like this for the next 5 years. 本当にそのアルビオンとツンドラすごい本当に静かで本当に綺麗なサウンド収録してるんですけれども、一つ一つの例えばバイオリン弾くんでしたらその一つ一つの弓ですね、弓をこうやるのももうすごい時間をかけてゆっくり綺麗な音を出すようにしてる。本当そこら辺にこだわり抜いたライブラリーです。はい、ありがとうございます。江川さんの方はおすすめは？僕はそうですね、個人的に好きなのシンフォニックストリングスかなって感じですね。なるほど。はい。その理由はなんだろう、その制作環境とか制作スタイルに合わせやすいっていうのがあって、双方ごとにパッチもきちんと分かれているものもあれば、キースイッチに対応したものもあったり、あとパフォーマンスレガートっていうパッチがあるんですけれども、あれがすごい使いやすくて、ベロシティコントロールだけでスピーカーとからポルタメントからコントロールできるようになってるので、もうなんだろう、そのパッチ1個読んどけばフレージングって完結できちゃうんですよね。これ一番なんだろう、ストリングス音源いっぱいありますので、すごい使いやすいなと個人的に感じてますね。江川さんもあれですか、曲作ったりするんですか？そうですね、作って僕はなんか人の曲をアレンジさせていただくっていうことがすごい多いんですけど、じゃあそういう中で使われて、そうですね、ユーザーとしてもなんかいいなと。そうですね、なるほど、わかりました。じゃあちょっとねラインナップをいろいろ紹介していただきましたけれども、今日のなんでしょうね、メインイベントといいますか、クリスチャンの、作ったスピットファイヤーオーディオだけで作ったですね、実例を映像付きでちょっと見ていくと。So the idea with Albion 1 is to give you everything you need to make broad cinematic music in one box. 今クリスチャンが、見せてくれた作曲の工程なんですけれども、本当アルビオン1のその一番のメインポイントっていうのはもう全てのサウンドがそのアルビオン1に、入って収録されているので、もう誰でもどんな人でもすぐにこうやってオーケストラの、作曲ができるっていうことが一番のコンセプトになってます。And so as a composer, I just thought we need some loops, some synths, orchestra, drums. 本当クリスチャンがそう作曲している中でもやっぱドラムだったりシンセだったり、そのストリングス系だったり、いろんな音が必要になってくるんですけど、ループとかもそれも全て、収録した一本になってます。Including some scary effects as well. こういうなんかホラー系の効果音的なこのサウンドも入ってます。Yeah. But because pretty much all of Spitfire's orchestral stuff is recorded in Air Studios. スピットファイヤーオーディオの、ライブラリーはすべてエアースタジオで、ロンドンの一番有名な、スタジオで、録音されてます。It's a good starting point from which you can bolt on different products. もうエアースタジオですべて録音されているので、このアルビオン1一つ買えば、いろんなものを、組み合わせて、ここからすべて作曲っていうのが始まるぐらいの根本的な、ライブラリーになってます。So when you want to start adding real detail to your scores,This is when you can maybe go to things like our symphonic ranges. 本当にこれでスケッチしてまたここから詳細を、作り込んでいくこともアルビオン1で可能です。This is my favorite sound in our woodwinds. This is the bassoon, and I think it's just. ウッドウィンズのバハスのサウンドがクリスチャンは気に入ってます。Yeah.
This is the thing, we all composers, we do, which is really bad, is players never ever stop a note like that. It should be. 本当になんかもう消えてなくなるまでもう全てもう作り込んでいくっていうのがやっぱコンポーザーのとしてのなんかそういう仕事だという。I have an engineer who spends the first day of mixing my scores fading the ends of all the notes and doing that. もっとフェードしてなくなっていくところまで作り込んでいってます。And I think something we're quite famous for, and it's more the musicians in Britain, is a style called flautando. フラウタンドというのがイギリスでは結構サンプリングするときに人気だったりします。Which is Italian for flute-like, getting string players to play flute-like. なんかイタリア語なんですけれども、まあ意味としてはそのストリングスの音がなんかまあフルートのように聞こえるような音が特徴とします。It's playing up the neck, little vibrato. It's a beautiful sound. I'm just going to just レガートでサンプリングしてるんですかね。This is the sound I write with. クリスチャンがまあお気に入りのサウンドですこれも。So that's my favorite from symphonic strings. これがシンフォニックストリングスの中で自分が気に入っているサウンドです。And with the whole symphonic range, you also get a free product called Massa. ああ、マサ。Oh, you don't? Okay. When you come to my house, I'll show you. イギリス限定でちょっと売ってるバンドル製品なんですけど、日本でちょっと売ってないので、ぜひイギリスに来てください。Okay. Fantastic. So that's basically Albion 1. これで一応アルビオ1についての説明を一区切りしたいと思います。なんかすごくね、自然なサウンドで、多分クリスチャン自身がこう弾いてて楽しそうだなっていうのが横から見てての印象なんですけれども。Just looking at you, like you really enjoy playing and then composing music. That's he felt. Yes, absolutely. Yeah. はい、もちろん。Yeah, thank you. やっぱりそういうこうなんでしょうね、まあアーティキュレーションであったりとか、まあ本当にこう、モジュレーションホイールで、そうですね、強弱つけたりとか、そこら辺をこう滑らかに自然にいくように。Well, I think we concentrate on the quiet levels because as composers, 75, maybe 90% of what we write is quiet. It sits under dialogue. やっぱりそのスピットファイアで大事にしているのはやっぱそういう滑らかな音とかその音が消えるまでのこのちっちゃい音からも本当に滑らかに、サンプリングとかレコーディングするように心がけてます。And you know, maybe for the last reel we get action sequence, you know, but this is also why the musicians in Britain are very good at making a good sound quiet because they play so much film music. フィルムミュージックにやっぱり特化したコンポーザーの人が多いのでやっぱり本当に静かな音ですとか大きいサウンドですとかもう全てにわたって、まあ、熟練の技を持っているコンポーザーが多いです。Yeah, it's like say if you were to go to Bulgaria to a traditional choir and getting them to sing quietly with no vibrato, it's just not something they do. まあ、クワイアのサウンドとかレコードする時もやっぱそういうサウンディングの仕方とかレコーディングの仕方っていうのがとても重要になってきます。So I guess this is the other really important thing about Spitfire. It's not just tape, room. It is these amazing musicians who are very, very special. And also, I told you yesterday, the amazing instruments they play as well. まあ本当にスピットファイアでレコーディングするときはもちろん奏者も素晴らしいんですけれどもやっぱ使ってる楽器もすごいこだわり抜いているので、まあ、そういうエアスタジオですとかそのルームもそうですけど全てにわたってこだわり抜いてます一流のものを使うことにこだわってます Yeah, there are big music collections and they music instrument collections and if you leave a musical instrument in a glass box, it dies. まあ、本当に歴史的なすごい高い、
バイオリンですとか、楽器たくさんあるんですけれども、それをガラスのケースに入れといたら、確かにそれはただその楽器が年を取っていってしまうだけですね。And sometimes if you're in London and someone pushes past you on the tube train with a cello case, that person may have a cello that's worth $10 million in it. 10億ぐらいするチェロの楽器を持ち歩いてたりするっていうのはロンドンではよくあることです。ガラスのケースに入れずに。I know her name. I know that she has this Stradivari that's worth 10 million, and I've seen her go off and push people down the tube. Stradivari. ストラディバリウスですね。そういうのとかを持ってる人が、街中で歩いてたりとかも結構あったりします。他にもいろんなメーカーさんでストリングス音源とか出していますけれども、今おっしゃったようにいい楽器でいいスタジオで良い、機材で撮れてる、しかもアナログレコーディングをするっていう、そこら辺のこだわりがやっぱりいい音源を生み出しているんだなというところが非常に感じられました。はい。For me, I'm not a businessman, so if you want to aim somewhere, it's very easy to aim at the bottom and do something really cheap that everyone wants, or it's easy to aim at the top. Finding a space in the middle, that's very difficult. 位とかっていうと一番下のやつを発見しやすいですし、一番高いレベルっていうのも発見しやすいんですけれども、やっぱりその中間を取ることが、中間のやつを探すことってすごい難しいので、自分のポリシー的にはやっぱり一番のものっていうのを選ぶようにしてます。So in Spitfire, when my assistants say we have a choice of this piece of equipment or this piece of equipment, I don't know. So I just ask which is more expensive. I said, use that one. スピットファイア量でも一番安いその楽器が2つあってどっち使うっていう時はクリスチャンは分かんないからどっちが高いのって言ってこっちって言ったらその高い方を必ずそっち使えっていうふうに指示を出しているということですね。わかりました。じゃあちょっとね後半戦というかそろそろですね、今後のそのスピットファイアオーディオのですね、展望をですね野望といいますか。ちょっと教えていただけたらなと思います。Well, we've become over the last 4 years a software developer, and as you saw, I'll share it, high def. This took 4 years and is our first plugin. 先ほども江川さんのお話あったと思うんですけど、今までコンパクトものばかりだったんですけども、初めてそのスピットファイアでプラグインを作って、この BT フォーボーズですね、4年5年かかって、作りました。I liked the GUI, but I said it doesn't look British enough, so we put a crest of arms. GUI 最初作った時に好きだったんですけど、ちょっとイギリスのテイストが少ないなということで、クリスチャンの案でアイコンですね、BT フォーボーズのデザイン、クリスチャンのアイデアで入れました。But we'll be, I think, doing a lot more of our own dedicated plugins. Maybe I'll just go back a step. Our future ambition for Spitfire is to create a generation of people who make orchestral music. これからのクリスチャンすいません、スピットファイアの展望としては、やっぱりオーケストレーションとかオーケストラ音源とかの新しい時代を自分たちの手で築いていきたいです。So technology can help us, but for some people it can also be really terrifying. And yeah, sorry. そうテクノロジーで、そういうことは、オーケストレーション結構できるかもしれないんですけれども、やっぱりできない人はやっぱちょっと難しかったりとかします。So we're hoping to develop things that make orchestral writing a lot more inclusive, which is why developing our own software is really important to that. なのでスピットファイアではより、直感的にシンプルに、どんな人でもオーケストレーションができるように、そういったソフトウェアですとかライブラリを今後も、リリースしていきたいです。But we've got some really exciting things coming up. We have now recorded things that releases that takes us to 2020. ライブラリはこれから先いろんなライブラリ作っていこうっていうことで考えてるんですけれども、もう今のところ2020年までのスケジュールがもう立っているぐらいのアイデアがたくさん入ってます。Something, I can't say what it is, but something in August is going to be massive. It's like the project is massive, the number of musicians is massive, and it's very exciting. オーケストラの、規模もそうですけれども、奏者の数もそうですし、とりあえずもう本当に大規模な
ライブラリー、これからもだんだん徐々にリリースしていきたいと思っています。And we have recently, just last week, finished recording our first choir library. 先週ようやっとレコーディングが終わったんですけれども、スピットファイアから、クワイアライブラリーが初めてリリースするんですけど、そのレコーディングがちょうど1週間前に終わりました。With a very successful choral composer called Eric Whittaker. エリック・ウィティカっていうコンポーザーの人が、コンポージング担当しています。Yeah, and if you can imagine what we've done with orchestral, we've done it with choir as well. So it's not all about oh. オーケストラもそうですし、クワイアもそうですし、もっともっとクワイアの方にも力を入れてこれからもライブラリーリリースしていきたいと思っています。I'm very interested, for example, in the way the composer Steve Reich uses voices as instruments. スティーブ・ラッシュっていうコンポーザーの人がいるんですけれども、その人はその自分の声を、インストルメンツのように使ってレコーディングしている人がいるらしいです。I think he was inspired a lot by the Kecak tradition in Bali. バリのケチャックっていうその文化にすごい影響を受けて、そういうスタイルを確立しているそうです。So it's not a choral library per se, it's a new instrument made up of voices. なので、それはただのコーラスとかではなくて、なんか一つのインストルメンツになってて、また新しいそういうインストルメンツの形になってきています。はい、ありがとうございます。なんかちなみにそのクワイア以外で行ってもいい今後のライブラリーの予定とかあったりするんでしょうか。Well, we have a library with which is inspired by Bernard Herrmann. Bernard Herrmann? Yeah. And I love the way his family describe his career. His first film, Citizen Kane. His last film, Taxi Driver, and he did some Hitchcocks in between. タクシードライバーとか映画とかヒッチコックの映画のコンポージングやった人と今コラボレーションしているみたいです。With the family, with the family. Yeah, he's dead a long time. そのファミリーですね。その人はもう死んじゃったらしいんですけど、その家族と今ちょっといろいろやり合って。It is the way I would describe the library is it's inspired by Mavericks for Maverick composers who want to write Maverick scores. とりあえず今まで自分たちが出したライブラリーとはまた全然違った形のサウンドを収録したライブラリーを作っています。It's crazy. Yeah. はい、ありがとうございます。じゃあですね、皆さんねせっかく来ていただいたのでちょっと質問コーナーを